あなたは一般原動機付き自転車に乗って、この先の交差点を2段階右折をしようとしています。交差点までは4車線の道路で、一番左側は左折専用車線です。この場合、左折専用車線を通行する？それとも直進車線を通行する？いつもご視聴していただきありがとうございます。ライセンスサービスです。今回の動画は、一般原付が行う2段階右折の解説動画に寄せられた質問コメントの回答をまとめました。一般原付の2段階右折の方法は分かっていても、実際の道路では、この場合どうするのと悩むケースがよくありますね。これまでに特にご質問の多かったケースをいくつか解説したいと思いますので、ご参考にしてくださいね。基本的な2段階右折の方法をもう一度ご覧になりたいときは、こちらの動画をご覧ください。リンク先は概要欄に載せておきます。一般原付で交通整理の行われている3車線以上の道路の交差点で右折するときは、2段階右折をしなければなりません。この場合、あらかじめできるだけ道路の左端に寄せて通行しますが、左端の車線が左折専用車線の場合でも、左端の車線を通行しますか？このようなご質問をよく受けます。結論からお話ししますと、この場合でも左折専用車線の左端を通行します。法令によると、2段階右折の方法である、あらかじめ道路の左端に寄せて通行するときの進行方向別の通行区分による例外規定はないので、一番左端の車線が左折専用であってもその車線を通行します。この場合であれば、左折専用車線の左端を通行して、徐行しながら交差点の向こう側まで直進します。しかしこの場合、安全性に疑問が残りますね。左折専用車線なので、中には他の車も左折するものと思い込んでいる車に巻き込まれる恐れがあったり、左向きの矢印信号だけが点灯した場合、一般原付は直進ができないので、停止位置で待機することになり、左折車の妨害になったり、衝突される恐れもあるかもしれません。そのような危険を防ぐために、あらかじめ右折合図を出して、2段階右折をしようとしていることを、周りの車に表示したり、左向きの矢印信号の時は、できるだけ左端に寄せて待機することになりますが、それでもその場面を想像すると、とても不安になりますね。それでは、実際の道路の2段階右折の交差点を見てみましょう。この道路は片側2車線の道路ですが、こちらの進行方向別通行区分の標識で、交差点付近では左折と右折の専用車線があることがわかります。4車線の道路なので、一般原付は2段階右折をします。2車線の道路が続いていたので、右折をする一般原付が通行する場所を間違えないように、こちらの2段階右折の標識も設けられているようです。しかし、これらの標識を見落とすと、うっかり右の車線に進路を変えてしまいそうですね。2段階右折をする一般原付は、左折専用車線の道路の左端を通行します。その先には待機場所があります。ここで向きを変えて、前方の信号に従って右折します。このように、左折専用車線を通行して2段階右折をするようです。実はこの交差点、とても複雑な交差点で、上から見るとこのような感じ、通行している道路は4車線もあって広い道路ですが、右折方向の道路は狭いので、交差点の中央に近いような場所で待機することになります。待機場所までは左折車との注意が必要ですが、この待機場所であれば左折車の通行に影響はないし、右折方向へ直進するときも円滑に通行できそうです。ただし、ほぼ交差点の中央で待機することになり不安が残ります。二輪車に乗車する心構えの一つとして、目立つ服装など四輪車から見落とされないことが大切ですね。次の交差点は、道路の左端の車線が左折専用車線で、2段階右折が禁止されている交差点です。片側1車線の道路ですが、交差点付近から右折と左折の専用車線があります。こちらに、一般原付の2段階右折の禁止を示す標識がありますので、道路の中央に寄せて右折を行います。本来なら、交通整理が行われ、3車線以上の道路の交差点なので、一般原付が安全に通行できるために、2段階の右折をしなければならない交差点ですが、他の交通との不都合が生じるのか、その他、何らかの理由により、道路の中央によって右折することが示されています。それでは、この交差点も上から見てみましょう。交差点までの車線は、片側1車線から
交差点付近で右折と左折の専用車線があります。交通量が多く、渋滞緩和のために方向別の通行帯を設けているのでしょうか。こちらに2段階右折ではなく、道路の中央によって右折する標識が設けられているので、自動車と同じ方法で右折をします。また、矢印の信号も設置されているようです。おそらく右向きの矢印で、信号待ちの右折車の渋滞緩和も図っているのかもしれません。どのような理由から2段階の右折をしない交差点にされているのかはわかりませんが、交差点の規模から交差点内の通行速度が比較的速いのか、左折する車との不都合が生じやすいことから巻き込み事故を懸念して、このような通行方法が取られているのかもしれませんね。もしご存知の方がいらっしゃればコメントをいただければ幸いです。最後にもう一つ別の交差点を見てみましょう。少し見にくいですが、この交差点は片側2車線の道路から交差点付近で3車線の道路になっていますが、中央と左の車線が左折専用車線、右の車線が右折専用車線です。つまり直進の道路のない T 字路の交差点です。2段階右折禁止の道路の中央によって右折することが示されている標識もあります。この T 字路の交差点を一般原付で右折する場合、対向する直進車はないので、小回り右折をするリスクは比較的少ないのかもしれませんね。この交差点の形状などから左折する車の速度は比較的速く、2段階右折をする方が安全性のメリットよりリスクの方が大きいのかもしれません。そのため2段階右折ではなく小回り右折をする交差点になっているのでしょうか。ところで、この T 字路の交差点を一般原付で左の方向から通行した場合の右折を見てみましょう。つまり左折方向の道路のない T 字路の交差点を右折する場合です。この場合の2段階右折の方法に関するご質問もよく受けます。T 字路の交差点で2段階右折をする場合、安全に待機する場所がないのですが、2段階右折をしなければなりませんか？といったご質問の内容です。この交差点の場合、2段階右折の禁止される標識が設けられていました。おそらくご質問者の方たちが危惧されている通り、2段階右折の信号待ちの際に安全に待機できる場所を設けることができないため、小回り右折の通行方法が取られているのかもしれません。それでは他の交差点も見てみましょう。この先の道路に信号のある交差点が見えてきます。片側2車線の道路から交差点付近で3車線になっています。ここまでに2段階右折を禁止する標識はなかったので、この交差点は2段階右折をして右折することになります。2段階右折を禁止する標識が見えてきました。この先の交差点では小回り右折をします。この交差点は T 字路交差点で安全に待機できる場所がないので、小回り右折をする交差点かもしれませんね。続いて、また2段階右折を禁止する標識が見えてきました。ここはまだ2車線の道路ですが、この先、交差点付近で3車線になります。この交差点は T 字路ではなく左折方向への道路もあるので、2段階右折のための待機場所もありそうですが、小回り右折をしなければならない交差点のようです。おそらく左折方向の道路とその交差点付近が狭く、十分なスペースがないので、2段階右折をしようとして信号待ちのために待機すると、左折しようとする車の通行に支障が生じるために、小回り右折をする交差点になっているのかもしれませんね。このように、一般原付は、交通整理が行われていて3車線以上の道路のある交差点では、原則として2段階右折をします。そして、左端の車線が左折専用の車線であっても、方向別の通行帯に関係なく左端を通行します。また、左折方向の道路のない T 字路の交差点であっても、3車線以上の道路のある交差点では、原則として2段階右折をします。ただし、2段階右折をすると、他の交通との不都合が生じ、安全で円滑な通行ができないような場合や、交差点の形状などから、必ずしも2段階右折が安全ではない場合は、標識によって2段階右折が禁止されている交差点もあるようです。その他のご質問として、2段階右折をする交差点で矢印信号のある場合は、どちらに向いている時に進むことができますか？といった内容もよく受けます。これは、直進方向の矢印が点灯した時に進むことができます。
右方向の矢印や左方向の矢印は進むことができませんのでご注意ください。特に左折方向に転倒したときは、後ろから来る左折車があるので注意が必要です。次に、一般原付で、自動車と同じ、小回り右折をしなければならない交差点でも、2段階右折をしてもいいですかというご質問もあります。小回り右折をする交差点は、交通整理の行われていない交差点や、片側2車線までの道路の交差点、3車線以上でも、2段階右折禁止の標識のある交差点ですが、これらの交差点では、小回り右折をしなければなりません。このように、一般原付の右折方法として法令で定められているので、2段階の右折方法で通行しようとすると、交通違反に問われてしまいます。2段階右折を安全にするための交差点ではないということかもしれませんね。ただし、道路状況や交通量などから危険を感じられる場合などは、二輪車のエンジンを切って歩道などを押して通行すれば歩行者として扱われるので、できないこともないかもしれませんね。最後に、これはすでに何度も触れてきた内容ですが、片側2車線の道路から交差点付近で右折用の車線が設けられている場合の3車線道路でも2段階右折をしますかといったご質問です。2段階右折をしなければならない交差点の条件の一つである3車線以上の道路というのは、交差点付近だけ3車線以上の場合も含みますので、そのような場合の道路も2段階右折をすることになります。こちらに2段階右折を示す標識がありますね。あと、もう1点、環状交差点などの場合も2段階右折をしますかというご質問もありましたが、これは環状交差点の右折方法に従いますので、2段階右折ではありません。環状交差点の右折方法につきましては、こちらの動画で解説しておりますので、よろしければご視聴してくださいね。一般原付の右折方法につきましては、今回ご紹介した交差点以外でも特殊な形状をした交差点や通行方法、例外規定などもございます。交差点の規模や形状、交通量などによって一般原付が右折をする場合の危険性は様々ですので、それぞれの交差点に適した方法が行われているようですね。特殊な規定などございましたらコメントをいただければ幸いです。この動画を作成するにあたり、一般原付の立場で運転を再確認することになり、改めて原付の運転方法の複雑さに驚いた次第です。もっと簡略化した交通ルールの見直しを今後の法改正に期待したいですね。それでは、これでこの動画は終了です。最後までご視聴していただきありがとうございました。次の動画でまたお会いできることを楽しみにしています。